信じられない話を聞いたのだ。どうしたの？積んだもん。野菜が大嫌いな外国人の子供が日本に来て自分から野菜を食べ始めたのだ。それ本当の話よ。しかも親が感動して泣いたほどなの。泣くほど？日本の料理ってそんなにすごいのだ？実はね、すごいのは料理じゃないのよ。じゃあ何なのだ？日本の食卓には世界が知らない設計の秘密があったの。設計の秘密、気になるのだ。まず海外の食卓を想像してみて。大きなお皿にドカンと料理が乗ってるのだ。そして親の声が飛ぶわ。残したらダメ。早く食べなさい。よく聞く光景なのだ。アメリカの調査では子供の約 60% が毎日の食事で親と口論するのよ。60%？ 毎日の食事が戦争なのだ。ある米国人の母親、マリアの話よ。マリアさん。娘のエマは6歳で野菜も魚も絶対食べなかった。絶対に？毎食泣かれてご褒美を使ってそれでも食べなかったの。私はマリアです。娘のエマは6歳でした。エマちゃんなのだ。キャロット、ブロッコリー、サーモン、何を出しても顔を背けて。親としては辛いのだ。6年間ずっとそうでした。食事の時間が毎日怖かったです。そんなエマがある夏、日本の家庭にホームステイしたの。初日の夕食、私は信じられない光景を見ました。何なのだ？エマが野菜の小鉢に自分から手を伸ばしたんです。自分から？誰も言ってないのに？しかもそれが初日だったのよ。すごすぎるのだ。魔法なのだ。魔法じゃないわ。日本の食卓には3つの秘密があるの。3つの秘密、教えてほしいのだ。1つ目は小皿に分けることよ。日本って確かにお皿がたくさんあるのだ。白いご飯、お味噌汁、小鉢34品。全部バラバラよ。それがどう関係するのだ？子供がどれを食べるか自分で選べるのよ。自分で選べるのがポイントなのだ。心理学では自律性の欲求というの。人間は自分で選んだものを食べたがる。強制されると食べたくなくなるのだ。わかるのだ。欧米の研究でも強制給食を受けた子供ほど食への嫌悪感が高まると分かっているわ。強制すると逆効果なのだ。日本はその逆を何百年も前から実践してきた。不思議でしょ？日本の先人たちは賢かったのだ。2つ目の秘密はせかさないことよ。せかさない？子供ってのんびりするのだ。日本では子供のペースを親が待つのよ。せかすと食欲が落ちる文化があるの。エマが日本の食卓に座った時、誰もせかさなかった。それだけで違うのだ。静かで穏やかな空気だった。あの空気は今でも忘れられません。コーネル大学の研究で食事環境が野菜摂取量に最大3倍の差を生むと証明されたわ。3倍も？環境ってそんなに大事なのだ。いただきますという言葉もその一部よ。いただきます？食事の前に感謝を捧げることで食べる時間が儀式になるの。子供の心が整うのよ。日本の食前の礼儀にそんな意味があったのだ。ごちそうさまで締めるのも同じよ。食事に始まりと終わりを与えることで集中できる時間になるの。食事を一つの大切な時間にしてるのだ。3つ目の秘密は彩りと少量よ。日本のお弁当ってアートみたいなのだ。少量を美しく盛ることで食べきれそうという安心感を与えるの。たくさんだと怖いのだ。少しなら挑戦できるのだ。大皿にどっさりのブロッコリーと小鉢に23本だけ。どっちが食べやすい？絶対小鉢なのだ。大皿は圧倒されるのだ。それが日本人が何百年も積み上げた食卓設計の知恵なのよ。日本ってすごいのだ。ちなみに日本には一汁三菜という伝統的な献立の形があるわ。一汁三菜？汁物一品に主菜一品、副菜二品、自然に小皿が34皿になる形よ。伝統的な献立が実は選べる食卓の設計だったのだ。先人の知恵が現代の子育てに生きているのよ。すごいことだわ。エマは2日目の朝も自分からご飯を食べました。2日連続なのだ。お魚おいしい？と聞いたら、うん、と答えたんです。魚まで？魚も嫌いだったのだ。日本のお魚は焼くと香ばしくて小鉢に入ると量が少なく見えるの。挑戦しやすいのよ。見た目と量で子供の心理が変わるのだ。3日目の夜、エマが言ったんです。なんて言ったのだ？これおいしい。もう少し食べてもいい？もう少し食べたいって？野菜を自分からもっと食べたいのだ。その一言でマリアは泣いてしまったの。6年間の戦いがたった3日で解けていきました。6年間、それがたった3日なのだ。泣けてくるのだ。ホームステイ中、マリアは気づいたことがもう一つあったの。何なのだ？日本のホスト家族は食事中に否定的な言葉を一切使わなかったのよ。否定的な言葉を使わない？残したらダメ、食べなさい、早くしてが一言も出なかったの。それって普通じゃないのだ。世界標準では普通じゃないのよ。日本の食卓だけが特別だったの。代わりに美味しいね、今日の味噌汁いい香りがする。そんな言葉だけがあった。食卓がポジティブな空間だったのだ。そのポジティブな空間が今の食への恐怖心を消していったのよ。食事が怖い時間から楽しい時間に変わったのだ。そして衝撃の結末よ。帰国後にマリアは同じ食事を用意した。野菜も魚も日本で食べたものに近づけました。見た目も工夫しました。それで食べたのだ。エマはまたいらないと言ったんです。
せっかく食べられるようになったのに。その時マリアは気づいたの。何に気づいたのだ？変わっていたのは料理ではなかった。空気だったの。空気なのだ。帰国後の食卓にはせかさない空気がなかった。選べる小皿もなかった。料理を再現しても空気まで再現できなかったのだ。私はその時決めました。日本のやり方を家でも続けてみようと。その後どうなったのだ？少しずつ小皿に変えてせかすのをやめました。3ヶ月後にエマはまた食べ始めたんです。やったのだ。日本の方法が海外でも聞いたのだ。まとめると3つの秘密ね。小皿で選ばせる、せかさない空気、少量で彩り豊か。この3つが子供の食の本能を静かに変えていくのだ。海外ではなぜ日本の子供は好き嫌いが少ないのかという疑問が広まっているわ。クエソだって給食だけじゃなかったのだ。家庭の食卓にも秘密があったのだ。そうよ。命令ではなく選択、強制ではなく環境。それが日本の食育の本質。日本って静かな革命をしてるのだ。日本の食育基本法という法律があるの。2005年に制定された世界初の食育に関する法律よ。マリアは今でもこう言っているわ。日本に感謝しています。エマは今でも野菜が大好きです。日本の食卓が娘を変えました。一つの食卓が人生を変えたのだ。すごすぎるのだ。食事の時間を戦場にしているお父さん、お母さんへ、もしかしたら問題は料理ではないかもよ。変えるべきは環境の方なのだ。家庭の食卓の知恵が国全体の政策になっているの。日本はすごい国よ。実際にマリアの話が広まって、欧米で日本式食卓を試す親が増えているわ。世界が日本の食卓に学んでるのだ。ハーバード大学の研究でも、共食い、みんなで食べることが子供の精神発達に大きく影響すると分かっているわ。一緒に食べることが大事なのだ。日本ではいただきますと全員で食べ始める文化が根付いているの。それが共食いの習慣よ。そんなところにも秘密があったのだ。3つの秘密を試してみた親たちから子供が変わったという報告が続いているのよ。日本の凄さって派手じゃないところにあるのだ。静かな空気、小さな小皿、せかさない時間、そんな日本の当たり前が世界の非常識だったのよ。日本人って知らないうちにすごいことをしてるのだ。一緒に食べることが大事なのだ。エマは今年7歳になったわ。好き嫌いなく何でも食べる元気な女の子に育っているの。日本の食卓がエマの人生を変えたのだ。食事は料理ではなく環境で決まる。日本はそれを何百年も前から知っていたのよ。日本ってやっぱりすごすぎるのだ。日本の凄さって派手じゃないところにあるのだ。今回の動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。次回も日本の知られざる魅力を紹介するのだ。お楽しみなのだ。エマは今年7歳になったわ。好き嫌いなく何でも食べる元気な女の子に育っているの。日本の食卓がエマの人生を変えたのだ。食事は料理ではなく環境で決まる。日本はそれを何百年も前から知っていたのよ。日本ってやっぱりすごすぎるのだ。今回の動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。次回も日本の知られざる魅力を紹介するのだ。お楽しみなのだ。